カエル足をさらに進化をさせて、あなたの太ももを細くしていきます。どうも、パーソナルトレーナーのキンパパです。動画を見ていただきありがとうございます。今回はカエル足を活用しつつ、そのカエル足をさらに進化をさせて、あなたの太ももを細くしていきます。太ももが太くなってしまう原因であるのが股関節のズレなんですよ。骨盤と太ももの骨、ここがしっかりカポッとはまっていれば、お尻の筋肉とか内ももの筋肉がしっかり働くことができるんですね。関節が前にずれてしまうと、お尻の筋肉はと引き伸ばされてしまいます。今度内ももの筋肉はと今度縮こまって、あれなんかちょっと働きにくいなっていう状態になってしまって、お尻と内ももの筋肉が働きにくくなってしまいます。その代わりにどこが働くかっていうと、っていう感じで前ももさんがですね出てきてしまうんですよ。大きい前ももの筋肉さんはですね、結構神経がずぶといので、そんな小さいズレなんてもう大したことないんですよ。私に任してみたいな感じで、お尻や内ももの筋肉分も前ももさんが頑張ってしまうので、張ってきてしまうっていう状態になってしまいます。日常的に立った状態で片足に体重がかかってしまうとか、座っている時に内股になってしまうと関節がずれてしまいます。一時的にずれるなら全然問題ないです。ただずーっとこうじゃないですか。座ってる時もずーっと内股じゃないですか。股関節はずれてしまうと大変なことになってしまうので、結構頑丈に補強されてます。関節包っていうものとかそういうものにですね包まれてずれないようにされているんです。ただこのわずかなずれの状態、内側に浮いた状態がずーっと続いてしまうと、前側はくしゃっとなるんですけど、後ろ側がパーンと張ってしまいます。太ももを外に回せばいいだけじゃんと思うかもしれないんですけど、回るともうパーンって張ってるので、ブロックされるような感じで戻りにくい状態になってしまいます。便利なのがカエル足なんですね。カエル足の状態だと足を開いて太ももを外に回すのがカエル足のポジションになってきます。後ろの突っ張ってた部分が緩んでくれるんですよ。後ろの部分が自然と緩むポジションを作ることによって、痛むことなく股関節を正しい状態にしていくことができます。ただ正しい状態にしたとしても、それを補強する筋肉が働かないと結局元に戻ってしまいます。そこで今回はですね、カエル足でまず股関節を正しい位置にはめ込む、そしてその後に正しい状態が維持できるように周辺の筋肉を鍛える、そして足痩せするためにこの保った状態をキープしながら体を動かすことによって、あなたの足がみるみる細くなっていくっていう状態を一緒に作っていきたいと思います。それではですね、早速エクササイズを行っていきましょう。エクササイズは50秒、そして休憩を15秒入れていきます。50秒って言ってももうちょっときついなと思ったら無理せず休んでいただいて大丈夫です。メインは最後になっていきますんで、自分のペースで続けれるペースでやっていただいて全く問題ないので、無理せずやっていきましょう。それでは早速一緒にやっていきましょう。まずは正座の姿勢から片方足を伸ばしていきます。ちょっと足は開き目に伸ばしてください。そのまま伸ばした足の方にお尻を落とします。そして足の付け根を伸ばしていきましょう。ぐーっと落とした時に足の付け根が伸びていくような感じで、少し開き気味の方が伸びやすくなっていきます。閉じすぎちゃうとあんまりちょっとお腹のストレッチになっていきます。まずは落として戻してと、落として戻してと、何回か動きをつけていったらですね、最後は落とした状態でゆっくりストレッチしましょう。大腿直筋とですね、腸腰筋という筋肉を伸ばしています。この筋肉がですね硬くなってしまうと、太ももが前の方に出やすくなっていくので、ちょっとですね邪魔っちゃ邪魔なので、まずゆっくり伸ばして太ももを外に戻しやすい環境を作るために、ゆっくり前側のストレッチをしていきます。呼吸をしながら繰り返しいきましょう。 OK。 そしたらですね、足を入れ替えていきます。この状態から伸ばしている方にお尻を、で手が前すぎるとやりにくいです。落としていきましょう。ちょっと足を開き気味にしていただくと、前ももの方が伸びやすくなっていきます。ゆーっとね、呼吸をしっかり繰り返しつつ、普段結構頑張ってくれてる腸腰筋とか大腿直筋っていうですね、足の付け根の筋肉、
そこをゆっくり伸ばしていきましょう。ずっと動きっぱなしでも大丈夫です。ちょっと止まるのきついなという方は動きっぱなしでも大丈夫です。ある程度動かしたら止まっていきます。でゆっくりですね、前ももの伸びを感じながらしっかりストレッチいきましょう。呼吸さえ止まらなかったら大丈夫です。大きく深くしてあげてください。あとはできるだけ力抜いてあげましょう。リラックスです。はい、OK です。そしたらですね、今伸ばしてた足を今度は前に持っていきます。そのまま反対の足ちょっと入れ替えていただいたら、お尻をまた下ろします。今度は曲げてる足側にお尻を下ろしていきましょう。下ろしていくとですね、今度はお尻のストレッチになります。ただ正面見ちゃうとあんまり伸びないので、少し体をねじるようにしながら下ろしてみてください。そうするとお尻の筋肉が伸びていきます。これも最初何回か動かしていただいて、さっきの正座とは違って今度ですね、足をちょっとずらすような感じですね。何回か動かして、できるだけ体をねじるようにしてですね、でそのままゆっくりまたストレッチしていきましょう。体を前に倒せば倒すほどお尻の筋肉が伸びていきます。お尻の後ろ側が硬くなってしまっても、太ももがですね、後ろの正しい位置に戻りにくくなってしまうので、しっかり伸ばしてあげましょう。呼吸を繰り返しながらゆっくり伸ばしていきます。はい、OK。そしたらですね、足を入れ替えていきます。ちょっと僕は向きを変えていくんですけど、皆さんは同じ向きで大丈夫です。ちょっとですね、すねの方は足の位置を外して、そのままお尻を下ろしていく。そうすることによってお尻の筋肉が伸びていきます。お尻の伸びを感じながらゆっくり繰り返し行いましょう。最初からストレッチでもいいんですけど、硬すぎる方だとちょっと痛めてしまう可能性があるので、最初は何回か動きをつけた後にゆっくり伸ばす方が安全ではあります。特に私硬いなという方は少し動きをつけてからやってみてください。ではそのままゆっくりストレッチをしていきます。余裕のある方はちょっと前に倒していただくとお尻の筋肉がしっかり伸びていきます。呼吸を繰り返しながらゆっくりストレッチしていきましょう。お尻の筋肉のストレッチです。指先も力を抜いていただいた方が筋肉は伸びやすくなってきます。気持ちいい程度で大丈夫です。はい、OK です。そしたらこの状態から今度はですね、四つ倍から膝を開いていきます。でつま先をつけていただいてカエル足の状態を作っていきます。このままお尻を後ろに引いていきます。でこれを繰り返し行っていきましょう。膝が開くことによって太ももは外にくるんと回っています。そうすることによって普段内向きになりやすい、内股になりやすい太ももを正しい位置に戻します。正しい位置に戻しながら動かすことによって普段伸びにくいところ、お尻の後ろ側がしっかり伸びていきます。正しくはめ込んだ状態でストレッチしていく、動かしていくっていうのがポイントです。余裕のある方は前、後ろと手の位置を若干前にしていただいて大きく動かしていただくと、より股関節の周りがしっかりほぐれて動きやすい足を手に入れることができます。足ももちろんすっきりしやすくなっていきます。ただちょっときついのでこのまま手をちょっと前にして前後運動だけでも大丈夫です。OK。そしたら今度は上向きに寝ていきます。股関節周りですね、しっかりほぐしていったので、今度は開いた状態で股関節を正しい位置にはめてから内ももの筋肉を使う練習をしていきます。カエル足の状態から膝を立ててキュッと内ももに力を入れていきましょう。最後キュッとしてあげてください。重力に逆らうように足を上げていきます。勢いでやってしまうとあまり効かないです。正直これゆっくりめにやっていただいて、内ももの筋肉が締まることによって上がっていくと、そういうイメージでやっていただいた方が内ももにしっかり力が入ります。そして最後少し押し合うようにしていただくことによって内ももにしっかり力が入っていきます。さあカエル足だけだとですね、ただのガニ股になってしまうので、しっかり内ももの筋肉も使って機能を回復してあげてください。普段ってですね、短くて縮こまっている筋肉になります。ぎゅーっと使ってパッと解放していきましょう。はい、OK です。そしたらそのまま横向きになっていきます。横向きです。横向きになっていただいたらこの状態で片方後ろに下げます。
後ろに下げていただいた状態から開く動きをしていきましょう。この状態から開く、マイナスになりすぎちゃうとまたここでちょっと出っ張ってくるので、出っ張らない程度から開くように動かしてみてください。床と平行ぐらいから開く。お尻の筋肉がぎゅーっと力を入っていきます。クラムシェルっていうエクササイズとちょっと似てるんですけど、クラムシェルをやってしまうと足の付け根が辛いっていう方向けにですね、少し後ろに足を引いてやっていただくとお尻にしっかり力が入ってももの力が抜けやすくなってくるので、お尻がより使われやすい状態です。しかもしっかり膝を開くことによって股関節が正しい位置にはまり込んでいきます。足のラインを整える、外張りが整う、太ももの外側がすっきりするエクササイズになっていきますので、しっかり動かしてお尻の筋肉ぎゅーっとしていきましょう。はい、OK。そしたらですね、そのまま反対足です。僕はちょっと向きを変えていきます。この状態、クラムシェルのポジションから後ろに引いていく感じですね。この状態から開いてあげてください。ぎゅーっと。で、お尻の硬さをちょっと確認して、硬くなってる、硬くなってる。硬くなってればひとまず OK です。そのままあんまり感覚出ない方、思いっきり開いて、ぎゅーっと縮んで、あはははっていうのをちょっと感じながらやってみましょう。ぎゅーっと、特に出っ張り気になる方は、開いて閉じてじゃなく、ずーっと開きっぱなしで、お尻の筋肉を最大限縮めるっていう感じにやっていただいても大丈夫です。自分のペースに合わせて、開いて、閉じて、開いて、閉じて繰り返してあげてください。少しお腹へこましてあげるとよりお尻に力が入りやすくなっていきます。ちょっと50秒きついっていう方は途中で休んでいただいても大丈夫です。メインは最後です。メインは最後。それまで体力をしっかりとっておいてください。グッと。はい、OK。そしたらですね、今度は膝立ちになっていきます。その状態から左足前の右足反対にこう90度を作っていきましょう。そのまま立ち上がっていくというエクササイズをしていきます。上がることによってお尻の筋肉をキュッと使っていきます。そして太ももが左右反対の動きをしているので、股関節周りを安定させるのにとてもいいエクササイズになっていきます。ただちょっと起き上がるのしんどいなという方は手をついていただいて全然 OK。 自分の体力に合わせて手をついても OK だし、頑張れる方はこの状態で動かしていきましょう。さあ、お尻をしっかり使いつつ、こっち側ギュッとねじれてるので、ここら辺の股関節の周りもしっかり使います。お尻を前にすっこりじゃないですね、お尻をしっかり前に出すことによって足の付け根もほぐれていきます。今までやったエクササイズを全て複合しているような感じです。しっかり動かしていきましょう。さあ、もう一息です。はい、OK。そしたらですね、足を入れ替えていきましょう。90度です。90度。この状態から手をついてもいいですし、無理のないところで動かしてください。それでは動かしていきましょう。はい。アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウンと繰り返して、しっかりですね、曲げている方の足のお尻使っているか確認してあげてください。少しお尻を前に突き出すことによって足の付け根がしっかり伸びていきます。硬かった足の付け根、弱かったお尻、しっかり使っていきましょう。よいしょ。繰り返します。よいしょ。ただですね、メインは次なのでここでちょっと休んでいただいても大丈夫です。無理のない範囲でやっていきましょう。最後はちょっとカエル足を進化系で行っていきます。カエル足って呼んでいいかちょっと分かんないですが、結構なかなかいい運動で、最後の運動だけやっていただいてもかなりいい運動になってきます。よいしょ。はい、OK です。さあ、そしたらですね、ラストの動きに行きましょう。つま先45度にしていただいて、足広めにしていただいたらしゃがんでいきます。この状態から体重を、カエル足ですね、ある意味カエル足、体重を交互に移動していきます。この状態からはい、反対側、はい反対側、はい反対側って、体の軸がですね、床と垂直になるようにしながら平行移動してあげてください。ちょっときつい運動ではあるので最後ですし、無理なく休んでいただいても大丈夫です。股関節をしっかり動かし、そしてお尻の筋肉も使うし、硬い内ももの筋肉も伸びていくので、もう足痩せにはもってこいのエクササイズです。しっかり動かしてあげてください。
なぜか僕はですねいつも合掌しちゃうんですけど、この合掌が床と垂直になるようなイメージで股関節周りゴリ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 動かしていきましょう。さあラスト10秒いきましょう。ラスト10秒です。さあもう一息です。体をできるだけ起こして膝の位置は外向きを意識してください。OK です。お疲れ様でした。まずはもうやりきった自分にしっかり拍手を送ってください。お疲れ様でした。終わった自分に拍手を。お疲れ様です。もう完璧にできなくてもいいんですよ。もうやろうと思うその気持ちがまず大事です。ほとんどの方はやりもしないです。なので自分のために、自分の体のために少しでも時間を使った、これはもう素晴らしいことです。必ずもう自分には拍手を送ってください。次やった時により効果を出すために聞けば足痩せするポイントをお伝えさせていただきます。大腿直筋っていう大きい筋肉や腸腰筋っていう筋肉に引っ張られてしまうと前にどうしてもこうずれやすくなってしまいます。なのでまずはしっかりそこを伸ばしてあげる。そしてその後にカエル足のエクササイズなどを行って股関節を前にずれたものを正しい状態に無理やりではなくて自然とはめ込んであげる。内ももの筋肉やお尻の筋肉でこの状態がずれないように補強してあげる。さらにそこが日常的にずれないようにはめ込んだまま動かしてあげることによって正しい位置はここなんですよっていうのを脳に教えてあげる。そして最後は少し運動強度を高くしてみてさらに股関節がずれないような状態を作るっていう強度を保てるようなトレーニングをしていきました。関節が正しい位置に行くと余計な筋肉が頑張らなくてよりお尻や内ももの筋肉が働いて太ももさん休んでいいよとほっそりした状態を作ることができます。足痩せしたい人はぜひもう一回チャレンジしてみてください。今回のポイントを意識していただくとより足痩せ効果が増していくのでぜひ意識しながらやってみてくださいね。それでは今回の動画は以上となります。今回の動画が参考になったらぜひ高評価もよろしくお願いします。足痩せ情報を配信してますんで悩んでいる方はぜひチャンネル登録して解決しちゃってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。怖い。ちょっと怖い。大丈夫？